おはようございます。ほどほど配信。無責任 YouTuber、お騒がせ YouTuber の UFO チャンネル UFO です。令和5年10月28日土曜日、仏滅。今日は小餅月で明日が満月ですね。昨日は13夜。後の月、月をめでるのに最後の月でした。今日もとても綺麗でしたけど、終わりがけ、冷えてくると霧がすごくて、霧の向こうにある感じでした。天理へ行って、帰ってまいりました。昨日無事に、天理から名古屋に寄って、名古屋の友達のところでちょっと、時間潰したりして、帰ってきました。昨日、昼からでしたけど、ちょっといろいろまた、思ってることを適当に話させていただくので、責任がないっていうか、どなたにとっても、なんじゃこれっていう話になるかもしれませんが、その辺は、聞き流していただいてと思います。25日の日に、おじは天理へ来まして、私、結構付き合いが広いというか、広く浅くというか、いろんな友達、俳句の友達もいれば、仲間もいれば、信仰の天教の、修行家の時の友達とか、から、シャンタンつながりの人ですね。から地域の仲間と。大体そんな感じで、あるんですけど、25日に会った人は、天理教の会長さんなんだけど、なんかちょっと天理教から離れてる感じの方なんですけど、私もそうですね、ちょっと一歩引いて、かなり異端な信者ですけど、シャンタのとこで出会ったんですよね。で、もう一人、シャンタンとも天理教とも全然違う、ご縁で友達になった人と3人でどういうわけか、スペース会議っていうグループチャットをやってまして、そこに29日、29日じゃない、失礼しました。10月の25日に落ち葉帰りするんで、どうですかっていう声をかけて、そしたら、広島の会長さんなんですけど、いろんなとこにアジトがあって、今、兵庫かな住んでいるんですけど、京丹波に、もう一人の、スペース会議のエイトさんっていう、友達がいて、そのエイトさんは稲刈りとか、稲刈り後の脱穀とか、はい、農作業で忙しいので、ちょっと気にはなるけどっていうことで、来れなかったんですけど、ミッチー、その会長さんと会ってきました。で、彼はとても敏感な人で、いろんなことをすぐ、体っていうか、あの、わかる人で、言葉ではないんですよね、あれは。感じちゃう人で。お父さんや兄弟も私と同じような病気で、そういうかなりアンテナの高い一家だと思うんですけど、えまあ不思議なご縁で、
三交館っていうのが天理にありまして、そこはいろんな世界から二大新柱さんがたくさん精力的にお金を出して買ったりとかですね、ですけれども、集めて博物館になってるんです。そこに、また天理図書館っていうのがあって、あの、天理大学の数学の図書館です。そこもすごい蔵書がいっぱいあって、奥の細道、芭蕉の俳諧関係の書籍とか、キリシタン関係の書籍とか、古文書ですね。で、昨日は、どついか、今、11月7日までやってるんですけど、参考館で天理図書館の源氏物語の世界の展示室があって、そこへ行って、見てきましたけど、あ天理参考館のその展示物もすごいんですけど、バリ島とか、パプアニューギニアの精霊のやつとか、ぎっしり詰め込んであるんで、とっても重いというか凝縮されてて、ミチは風がないからちょっときついっていう感じで、言ってましたけど、その源氏物語のそのシャボンですね。昔はプリント、印刷技術なかったんで、みんな筆で、書き写すんですよね。藤原の定家とか、名だたる人たちが、え素晴らしい筆で書いてありましたけど、それもすごかった。絵巻物もすごかったです。コンピューターのない時代にあんな風に書けるんだっていう。アナログでデジタルを超えてるなっていう感じの絵がいっぱいありましたですね。で、僕が一番感心したっていうか、すごいなと思ったのは、本居宣長が、ああ源氏物語の注釈をした本が、直筆の書があって、それはすごいな、何が書いてあるかはわかんないんですけど、すごいなと思いました。から隣に鴨の間淵って、有名な、名前だけ知ってるだけですけど、その人の書もあったりとか、なんかその辺ずっとすごい人たちが並んでましたが、ドッと来ましたですね。で、彼は、ミッチーは、ちょっと天理教にも批判的な感じで、これからはもっと収縮していく方向に向かっていくんじゃないかっていうことを、前会った時から言ってましたけど、発想の転換で、あの、今の時代、敏感な人が多いので、天理教の教会の中でも浮いちゃう、この、うまく人とやっていけない。彼自身も25日にはいるんだけど、行くんだけど毎月、詰所には行かないで、たまに行く時はあるみたいですけど、行ける時と行けない時ってあるって言ってました。人が来ると、それで、ちょっときつくなるので、って言ってましたが、今若い人たちの中で敏感で感じやすくて、それで苦しんでいる人が多いっていうことを。で、大江様の時代からすごく厳しい教えなんだっていうことを言ってましたですね。誠真実を、法か、律か神か、どっちか選べっていうようなことを厳しくおっしゃられた時もあって、天理教は目に見えない世界を扱ってるのにみんな分かってないっていうことを嘆いていましたが、僕はその時に自分の体を通してそういう出会いとか、それでそこに何か天の理みたいなものがみんなバラバラじゃなくて、本当に天の理っていうのは変わらないものなので、そういう
ものが残っていくんではないかっていうことを、その時に話しまして、ミッチーは知ってる人から、これから宗教はファッションになっていくっていう話をしていましたが、私はその前日だかに地元の友達んとこへお授けした時に、僕のはゲーム感覚だからっていうことを言ってたので、その話をしたら笑っておりましたけど、で、そこで、別れて、彼はどっかまた別の友達だか、なんか用があるみたいで帰ってきましたけど、別れると同時にブワーって雨が降ってきて、雷も鳴ってひどい、ブワー濡れましたけど、スペース会議のもう一人のエイトさんのとこへ行って、お焚き上げした時もすごかったんです。あの、エイトさんは京丹波で、田んぼとか作ってる人なんですけど、あそこの京丹波も、丹波篠山ですね。かなりの奥深いところで、で、お焚き上げをしたと同時に、こう、雲が黙々とこう本当になんていうか、みるみるこう、雲が動いて、本当に竜が動いてるみたいな感じでしたけど、雷ですごい夕立ちで、その中を帰った覚えがあったんですけど、その時の感じとよく似てるので、浄化の雨だなって、ありがとうっていうメッセージをして、ミッチーも、貴重な時間でしたということを言っておられました。あの日は、エイトさんにもそれを言ったら、京丹波の方もすごい雷だっていう動画を送ってくれてましたけど、全国的にそうだったんですけどね。天気の、気圧の変動が激しかったんだと思います。もう13分になるんで、もう終わりにしたいんですけど、もう一つ、朝新聞配達して思ったのは、自分の家族に関することですけど、ちょっとやっぱり仕事でもそうですけど、何しても、どのグループにいてもちょっと外れるんですよ、僕はね。家族にあっても浮いてる感じがするんですけど、あの、モルモット UFO としては、ちょっと近未来、これから先のその人間の、家庭とか組織とか、集団の中での個人の在り方を探る、実験材料、観察対象になってるんだなってことを思って、かみさんにもそれをさっき LINE で言っておきましたけど、本当に業務連絡みたいな夫婦なんですけど、会話はなくて、そんな夫婦なんですけど、もうちょっと寂しいっていうか、味気ないっていうか、普通の家族から見ると、もうなんか全然違うんで、いけないなっていうショックな時もあるんですけど、反省したりね、もしますが、だんだんこの昭和時代のその、浪花節とか、演歌のその、情の義理人情とか、恩を忘れないとか、それも持っているので、自分の中に深く入っているので、それから思うととっても希薄な人間関係なんですけど、ちょっと嘆かわしいような気もしますが、個人としてはすごく自由がぶわっと広がる、関係になっていくんではないかってことを朝、思って、どうなるんだかなっていうことでした。では15分になりました。今日は土曜日です。皆さん、良い週末をお過ごしください。Have a nice day, goodbye. よほチャンネルありがとうございました。失礼します。